さあ、今回もプロ野球歴史解説、始めていくよ。意気揚々と始めたが、一体いつぶりだよこのシリーズ？覚えてるわけないじゃん、ウプ主の記憶揚々なめんなよ。ってなわけで、今回はちょっと重めの歴史を解説していくよ。気分転換に重めのやつ持ってくるなよ。ところでマリサは、黒い霧事件って知ってる？なんだそれ？ゴルバットか？いやポケモンの技名聞いてるわけじゃないんだけど、これはプロ野球史に残る、ある事件の総称だよ。いや、ちょっと重めでもねえだろ。それじゃあ早速始めていくよ。事の発端は、1969年のペナントレース中、西鉄ライオンズのフロントが、チームの選手が八百長をしていると感じ、調査した結果、投手の長安が、公式戦で暴力団関係者に依頼されて、わざと試合に負ける、八百長を行っていたことを理由に、西鉄は長安をシーズンオフをもって、契約の更新を行わず解雇。その一方、放置新聞の西鉄の番記者に、カール・ボレスという選手が、うちにわざとミスエラーする選手がいると囁き、放置新聞は、読売新聞の社会部と共同で取材を開始。そして、西鉄の球団社長は、2社の取材に対し、球団が自分の疑いのある選手を調査したところ、残念ながら事実でした、と認めた上、長安ら3人について調査したが、他の2人の選手は長安に誘われ、一時、八百長に加わっただけで、すでに反省しているので処分の対象としなかった、と答えたそうだよ。そして10月8日に、2社が長安が公式戦で八百長を演じていたと報道。この報道を受けて、球団社長が記者会見を行い、長安が八百長をやっていたという、確証を突き止めたわけではないが、素人の私の目から見ても、八百長を演じているのではないかと思える節があり、本人を呼んで問いただすと本人は否定も肯定もせず、ただ震えているだけだった。この態度から長安は野球賭博に手を染めていると確信した、と語ったそうだよ。一方、長安のアパートには報道を受けてマスコミが殺到。長安は、自分はやましいことはないが、こうなっては今更何を言っても聞いてもらえないでしょうと、自宅を出て行き行方をくらませたよ。そんなことしたら余計に怪しまれるだろ。これが起因し、選手兼任監督の中西は9日に球団に対して辞任を申し入れ、オーナーは慰留したが、退団の意思は固く、22日に記者会見を行い、正式に退団を認めると発表したよ。この事態を招いた責任を取るって形なんだろうけど、これはなんだかかわいそうだな。そして当時創刊間もない週刊ポストが、野球賭博を追求する記事を掲載し始め、暴力団による野球賭博の実態に迫った記事を掲載すると、次の号では長安以外にも疑わしい選手を挙げ、その記事内で、当時中日に在籍していた、投手の田中勉が西鉄球団に、八百長を広めたのは衆目の一致するところと報じたよ。これに対し田中は、記事の内容は事実無根だとして、弁護士を伴って週刊ポストの編集部を訪ねて抗議、謝罪と記事の撤回を求めるが、編集長は拒否。その後産経新聞社、夕刊富士の記者が、福岡から大阪へ向かう飛行機の中で長安を発見。長安は記者に対して、神に誓ってやっていない、球団社長を告訴する、と否定したが、今更何を言っても無駄だとも述べ、その後結局再び行方をくらませたよ。一体どこに行ったんだろうな。そして11月28日に、コミッショナー委員会は長安に対し、永久出場停止、つまり NPB から追放という、日本野球界初の処分を下すよ。また中日は田中に対して、12月15日にトレード要員にすると通告。そして19日、中日は田中に対して、トレード先がないため自由契約にすると通告。その後田中は、他球団から獲得の申し出がなかったため、ふるさとの福岡市に戻り、引退したよ。これが黒い霧事件の一つである、八百長事件だよ。なんだか事実だったのかどうかがわからないままで、もやもやする終わり方だな。でもこれだけじゃないよ。とりあえずこの出来事は一旦置いといて、次は藤田事件というものを取り上げていくよ。巨人の投手コーチの藤田は、義理の兄が経営する会社に代表取締役として参加していたが、義理の兄がある役員と経営方針をめぐって対立したため、1967年1月に、役員に会社を辞めてもらうように、ある人物に説得を依頼。その際、二人は退職金として30万円を渡すように依頼したが、この人物は退職を迫る際に脅迫まがいのことを行い、さらに30万円も着服。二人は警察に被害届を出していたが、1970年2月12日、二人が依頼した人物が、暴力団員であることが分かり、翌2月13日の新聞各紙で、藤田が暴力団と関係、と報道されたよ。ある人物って、どうやって知り合ったんだろうな。そして藤田は2月13日、巨人の春季キャンプ先の宮崎の宿舎にて、記者会見を行い、会社を受け継ぐについて、どうしても辞めてもらわなければならない人がいた。一
元に頼んで交渉してもらったが、暴力団員とは知らなかったと弁明。その後2月14日に、球団は藤田をキャンプから帰郷させて自宅謹慎を命じたよ。この一件は、前年に長安の事件が表面化したこともあって、ジャイアンツよ、お前もかの見出しで報道され、プロ野球と暴力団との関係を物語っていると、マスコミから非難を受けることになったよ。ところ変わり、週刊ポストの協力ライターであり、長安と取材を通じて面識があった記者が、長安の親族や友人などに、長安を探していると伝えてほしい、もし連絡する気が起きたら、と自分の連絡先を知らせ、その後長安の妹を通じて、長安本人から連絡したいと話があり、自らの八百長と、西鉄から口止め料として、550万円をもらっていたことを告白。ってことは、長安がそれまで否定していた八百長を行っていたことを、認めたってことなのか？そうなるね。それでこれによって球界に大きな影響を及ぼすことにもなるよ。長安が西鉄から、逃走資金をもらっていたことに対してオーナーは、そんなことあるはずがない。彼は処分された選手だ、と全面的に否定。おいおい、球団側も怪しくなってきたな。さらに深夜番組にて、長安へのインタビューの録音が放送され、自分が演じた八百長は、西鉄の他の選手から頼まれたこと、そして八百長を演じた選手は、自分以外にもいることを示唆していたそうだよ。そこからの長安は供述を続き、長安の他にも様々な選手の名前が挙がっていき、その中に中日の田中の名前も挙がり、それ以外はイニシャルで選手名を挙げていたよ。まだいたのか？長安は、イニシャルで名前を挙がっていた、西鉄の6人の実名を挙げるよう迫られ、渋りながらも池永、与田、増田、村上、船田、元井、田中の名前を挙げたよ。そして新たに、元南海の佐藤へ謝礼と引き換えに、先発投手の名前を漏らしてたことを公表。結局実名挙げちゃったんだな。長安は、自分の八百長については、チームメイトの与田から誘われたこと、また与田は、藤縄、という人物と知り合って八百長をしたのがきっかけだと言っていたそうだよ。そして、西鉄の球団幹部から、約550万円の逃走資金をもらっていたこと、受け渡しの際に、藤縄と大城の3名であったこと、西鉄との書類にサインしたと述べたよ。西鉄は長安によって挙げられた6名を呼び、事情聴取したが、6名全員が長安の発言を否定。球団は6選手は白であると発表し、逃走資金についてもそのような事実はないと否定したよ。また長安の発言で名前の挙がった藤縄とは、神戸で牛乳販売業を営んでいた藤縄という商人で、藤縄は記者のインタビューに対し、西鉄のオーナーとは会ったこともないと、長安の発言を否定。別件でオートレースの八百長事件で、小型自動車競争法違反の疑いで、逮捕されたレーサーが、大井オートレース場での八百長レースで、現役のプロ野球選手と謎の男2名が現場にいたと自供。その結果、小型自動車競争法違反の容疑で、元中日の田中、元太陽投手の高山、そして藤縄を逮捕。さらに藤縄は逮捕される直前、新聞記者に対して、現役のプロ野球選手を買収して、八百長を仕組んでいたことを認めたよ。いや結局やってたんかい。記事では藤縄は西鉄選手を買収し10回試みて、成功は2回のみの大損で、4500万円近い借金ができたと述べているよ。そして、読売と毎日の各有刊で西鉄オーナーが、これまで否定していた長安への金銭授受を認めたと報道。長安から泣きつかれたので、公正資金として渡した、と答え、東京地検特捜部から取り調べを受けて、長安に対して550万円を渡していたことを認めたよ。嘘つきばっかだな。一方オートレースの八百長で、警視庁に逮捕された田中は、東京地検の取り調べに対して、プロ野球の試合でも八百長を演じていたことを認めたよ。また田中は、西鉄のエースの池永に対して、藤縄からの依頼で100万円で八百長を依頼していたことを供述。これに対して池永は当初は否定したものの、その後に西鉄室内練習場にて、報道陣に対して、田中から100万円をもらったことを認めたよ。マリサどうした？まだまだあるんだけど？いやまあ、気軽作ろうとした動画にしては胃もたれするほど重くないか？まあ確かに、想定以上に情報量がありすぎるものだし、詳しく説明するのはここまでにして、黒い霧事件関連の選手を一気に紹介してまとめに移ろうか。
黒い霧事件では多くの球団で処分者を出したんだけど、特にエースの池永をはじめ、3名の永久追放処分者と、2名の1年間出場停止処分者を出した西鉄の戦力は低下。1970年に球団初の再開になると、1972年まで3年連続再開に低迷。これが影響し地元での人気も急落、経営が行き詰まった西鉄球団は、1972年オフに身売りされることになったよ。確かに、戦力の減少は避けられなかっただろうな。それが主力だと余計にな。でもそんな中でも、この事態がプラスに動いた選手もいて、1968年のドラフト1位で西鉄に入団した東尾選手がいい例で、入団1年目の1969年は、2軍の試合でも打ち込まれて自信を失い、野手転向を首脳陣に申し入れたほどだったんだけど、黒い霧事件で主力の多くが永久追放となって、投手不足に陥り、東尾は投手として1軍のでフル回転することとなり、後にエースとして活躍。東尾は後に、あの事件が自分の野球人生にとって最大のチャンス、ターニングポイントだった、と述べているよ。そして東尾は最終的に、20年で251勝247敗の成績を残して、現役を引退したよ。主力が一気にいなくなったためにできたチャンスを、逃すことなく自分のものにしたんだろうけど、色々複雑だな。永久追放処分を受けた選手たちの中で、西鉄のエースだった池永は、福岡市の繁華街でバーを経営していたんだけどその後、ライオンズの関係者や親族、出身校の OB などは処分の決定直後から処分解除を求めて街頭での署名運動を実施。これは1972年末には行われていたことなんだけど、嘆願書などが提出されたりしても却下されたりして、最終的に球界に指導者として復帰できたのは、2005年になってからだったんだよ。そしてその後は社会人チームの監督も務めていたよ。やってきたことがことだけに、復帰自体に反対する人もいただろうし、判断が難しかったんだろうな。とまあ、黒い霧事件の内容をとてつもなくざっくり解説してみたよ。これでもざっくりだから、本格的にやってたらどれくらいの時間になってたんだろうな。それやってたら多分、途中で飽きてやめちゃうかもしれなかったね。八百長や賭博自体、今現代でも行われてることではあるから、根本的な解決はできていないんだろうけど、金儲けのために、真剣にプレイしている選手たちの邪魔だけはしてほしくないと思ったね。ファンだって、応援していたチームの選手がそんなことをしていたら、悲しい気持ちになるし、最悪ファンを辞めることだってある。信頼を築くには相当な時間がいるが、崩れるのは本当に一瞬で崩れるから、こんなことはしてほしくないよな。まあてなわけで、今回はここまでにしておくよ。次回の歴史解説は、まあ気が向いたらになるかもね。それでは、ご視聴、ありがとうございました。